ふむふむ。函館山、赤レンガ倉庫。お、市電もあるんだったな。お邪魔します。あれ、何か読んでるの？ああ、コロナが収束したらどこかへ旅行しようと思ってな。観光雑誌を色々と買ってみたんだ。へえ、それはいいね。どれどれ。札幌、旭川、富良野、函館。みんな北海道だね。ああ、実は私北海道に行ったことがないんだ。それに今は、大宮から新幹線を使えば4時間ちょっとで着くしな。全くいい時代に生まれたもんだと思うよ。そうだね。昔は青森函館間だけでも4時間近くかかってたからね。技術の進歩は本当にすごいよ。ということで、今回は青函連絡船と、その運行について解説していくよ。演歌でおなじみのやつだな。そうだね。青函連絡船は、かつて国鉄が運行していた鉄道連絡船で、本州の青森駅と、北海道の函館駅を結んでいた航路だよ。連絡船の名前の通り、青森駅と函館駅では特急や急行との接続があり、東北本線、青函連絡船、函館本線というルートで東京と北海道をつなぐ、重要な航路だったよ。まずはその歴史についてざっと見ていこう。青函航路の歴史は長く、幕末まで遡ることになるよ。当時北海道の中心は松前藩のあった松前で、海峡を行き来するルートは民間や松前間が主流だったんだけど、ロシア帝国が南下政策を取り、樺太が占拠されると、幕府はこれを食い止めるべく、蝦夷地を直轄地とすることを決める。昭和2年には函館に奉行所が置かれることになったよ。また、これによって函館は物資の集積地としても注目され始め、函館商人は急速に力を増していったんだ。それで青函航路が開設されたわけか。いや、そうじゃないんだ。実はこの後、蝦夷地の支配が松前藩に戻っちゃってね。函館は一旦衰退してしまったんだ。そんな函館が再び注目を浴びたのは、安政元年のことだったよ。前年に続いて来航したペリーの求めに応じ、江戸幕府は日米和親条約を締結。この中には下田と函館の開港が明記されており、函館は一躍重要港となったんだ。さらに、翌安政2年、幕府が函館周辺を直轄地とすると、東蝦夷地から松前への物資集積を禁止。これらの地域からの輸出は函館が一手に担うこととなった。こうして函館は北の玄関口としての地位を確立していったんだ。かわいそうな松前商人。松前は犠牲になったのだ。函館の犠牲にな。さて、こうして北海道側の港は函館へと変わったわけなんだけど、当然それによって本州側の港も変化していくよ。元治元年、幕府は函館へ渡る港として、青森、最高を指定したよ。この場合、一見距離の近い際の方が良さそうに見えるけど、実際はそうじゃなかったんだ。もともと津軽海峡は東側へ向かう海流があって難所なんだけど、冬は西からの季節風が強く、大しけになりやすいんだ。そして最高はその海峡の真っ只中。どうなるか、わかるよね？ああ。こうして、結局本州と北海道を結ぶ航路は、青森函館間の青函航路が主流になったんだ。そして時代も下り明治に入ると、徐々に鉄道網が整備されてくる。明治24年には、上野青森間が全通。翌年には岩見沢室蘭間も開業となったよ。これに合わせる形で、日本郵船は運行する青函航路を青森室蘭間に変更し、鉄道と接続するようになる。さらに明治37年には小樽函館間で鉄道が開通。こうして青函連絡船は誕生したんだ。まさに激動の時代だったんだな。そうだね。そしてその後明治41年には国鉄の運営となり、国内初の蒸気タービン船、平府丸、田村丸が就航。大正3年からは沿線による車両構想が開始され、同14年からは客載車両構想船商法丸が収益。その後の連絡船のスタイルが確立されたよ。第二次大戦が勃発すると、大動脈である青函連絡船には貨物が殺到。さ
さらに、商船の船腹不足から石炭輸送も担うこととなり、連絡船の能力を完全にオーバーしてしまう。これに対して国鉄は、洋船の活用や乗組体制の変更、戦時標準船を相次いで就航させるなど輸送力増強に追われたよ。戦争末期になるといよいよ津軽海峡にも米軍機が飛来。昭和20年7月14日の空襲は特に被害が大きく、松前丸、第6青函丸が格座炎上。第7青函丸、第8青函丸が航行不能となったほか、第4青函丸、第10青函丸、第3青函丸、津軽丸、第2青函丸、飛蘭丸、正宝丸が沈没。このうち津軽丸は旅客便であり、この日だけで352名が亡くなった。さらに翌日には唯一残存し、民間夜行に退避中であった第一青函丸が撃沈される。その後、希薄連絡船から三輪丸を借り入れるも撃沈され、連絡船はほぼ壊滅状態で終戦を迎えたよ。このように戦争で壊滅的とも言える被害を受けた青函連絡船ではあったんだけど、その重要性から、戦後復興は急速に行われていったよ。この時点で運用可能だった大型船は、車両と船第7青函丸、第8青函丸のほか、貨客船京福丸、宗谷丸、貨物船壱岐丸のわずか5隻だった。困ったのは進駐軍。ソ連への牽制で北海道に進駐したものの、連絡船がこのありさまでは物資輸送もままならない。ひとまず建造中の船を完成させるとともに、米軍の上陸終艇を転用したものの、給油のためには横須賀へ戻らねばならず、とてもまともに使えるものではなかったんだ。さらに、貨物船は二駅に時間がかかりすぎて使い物にならず、頼みの綱の車両と線も酷使がたたって故障が多発。この頃の連絡船では輸送力不足が慢性化していたんだ。そのような事情もあって、日本側は GH9 から8隻の連絡船造船許可を得ることに成功。そうして建造されたのが、戦時標準船を平時しようとした、車両と船十勝丸、渡島丸と、北見丸、日高丸、そして何より東野丸型の4隻だったよ。東野丸型は物資不足の折にもかかわらず、非常に充実した作りとなっていて、温水で顔を洗い、ゆったりとくつろぐことができた。戦後復興の希望を感じさせるような、そんな船だったんだ。この時代の人にとっては、まさに希望の光だったんだな。そうだね。運航設備についても、蒸気駆動だった機器の交流電化や、当時まだ珍しかったレーダーも順次装備するなど、まさに日本最先端の船だったんだ。だが、そんな連絡船に再び悲劇が訪れる。1954年9月26日、台風第15号マリーが津軽海峡に接近。その中、上り4便、東野丸は、天候が回復したのを見計らい、3時間59分遅れで函館駅を出発したよ。ちょっと待て、なんで台風の中で出港したんだ。どう見たって危ないじゃないか。船長は気象の知識がなかったのか。そういうわけじゃないんだ。当時は日本海側に気象台がなく、台風の正確な位置はわからなかったんだ。それだけに、当時の連絡船船長はかえって気象に対する知識が豊富だったんだよ。じゃあなんでそんなことをしたんだ。これにもちゃんと理由がある。15時時点の台風の位置は青森の西100キロと推測されていたんだけど、その予想進路は北東。時速 110km と推定されていたんだ。実際、函館の天候は17時頃から回復し始め、気圧も上がりつつあった。つまり、台風は函館上空を通過し北東へ向かっている。そう考える材料は十分だったんだ。それって直撃ってことだろ。もっと危険性が増すように見えるんだが。確かにそういう場合もある。でもこの場合はむしろ安全なんだよ。台風というのは、普通半時計回りに風が吹くものなんだ。この時、中心より右側の風は台風自体の進行速度が加わって強くなり、左側ではその逆で弱くなるんだ。もしも予想通りの進路なら、台風の右から左に出ることとなり、風は弱くなると考えられる。110キロもの速度で移動しているならなおさらだ。しかも、函館発なら台風の進行方向と逆向き。すぐに暴風からは抜けられる。そう考えてもおかしくはなかったんだ。
だが、実際にはこの天候回復は台風の目によるものではなかった。この時台風本体は日本海上にあり、函館は危険な右半円の中だったんだ。東野丸は函館港の防波堤を過ぎたところで、猛烈な波浪に遭遇、やむなく怒りを下ろし、その場でやり過ごすこととする。この時、港内は避難した船でごった返しており、さらに貨物船アーネストが風に流されていた。その風下には連絡船もおり、回避困難と判断した大雪丸が郊外へと脱出を図る。この時風に流され、第6青函丸と接触したが、大事には至らなかった。一方日高丸、第12青函丸も、怒りを引きずって流されつつあり、日高丸が脱出を決意。第12青函丸はアーネストと接触しそうになり、回避するも防波堤との接触が危ぶまれ日高丸に続く。一方、第2岸壁に着岸していた石狩丸は、ホーサーが切断されたものの、港内に留まった。この判断が後に運命を分ける。この時点で郊外にいたのは、東野丸、大雪丸、北見丸、日高丸、十勝丸、第11青函丸、第12青函丸の計7隻。波浪は依然強さを増していた。実はこの時、台風の風は函館湾へと集まりつつあったんだ。そしてこれら7隻は、この暴風の直撃を受けることとなってしまったんだ。結果から言えば、7隻のうちで生き残ったのは大雪丸、第12青函丸の2隻のみ。東野丸、北見丸、日高丸、十勝丸、第11青函丸はいずれも沈没もしくは転覆し、生き残ったものはわずかであった。特に第11青函丸は船体が破断。一瞬のことであったと推測され、助かった者はいなかった。また、東野丸は乗員乗客1314名のうち1155名が死亡。国内の海難事故として、最大の死者数となってしまった。なんということだ。この事故は国内外に大きなショックを与え、すぐさま原因究明が行われた。結果、船体後部からの浸水が致命的であったことが分かり、すぐさま対策が講じられることとなったよ。そして、東野丸の代替として製造された十和田丸は安全性を最優先とした船となり、車両の搬入口には扉が設置されたほか、ディーゼル船とし、開口部を減らすなど安全対策が徹底された。これらの設計思想は後の客載車両と船津軽丸型、車両と船大島丸型に引き継がれ、青函トンネルが開通する昭和63年まで、重大事故を起こすことなく、多くの人と荷物を運び続けたんだ。以上が青函連絡船の歴史だよ。随分長かったな。一応これでもかなりはしょったんだけどね。本当は運行の解説もしようと思ってたんだけど、ちょっと長くなっちゃったから次回にしようと思うよ。よければまた見ていってね。それでは皆様、ご視聴いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。じゃあな。